ネイジの猪俣です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、何度か予告してきましたコットンタイム7月号の方が6月7日に発売になりました。すでにですね、ご予約いただいて手にしていただいている方や本屋さんでお求めくださっている方がインスタの方でですね、画像の方をシェアしてくださったりしてとても嬉しいです。ありがとうございます。で、今回ですね、こちらのチャンネルの方でどんな作品が掲載されているのかっていうのを少しですね紹介していきたいなと思います。あとメインチャンネルの方では作り方の方を紹介していきたいなと思いますのでお付き合いいただけたら嬉しいです。今回はですねコットンタイムもリニューアル号ということで定価の方がね1300円とちょっと以前より上がってしまったんですけれども、その初回としてですね、ネイジュとコットンタイムのマルチコラボ定規というのが叶いまして、こちらのね定規が付録でつくということでとってもですねお得な号になってるんじゃないかなって個人的にはね思っています。結構定規もね購入するとお高いですからね。そして今回表紙の方がですねネイジュの作品になりました。表紙になることですね、長年の夢でもありましたのでこの夢をですね叶えてくださった編集部の皆様にはとても感謝しております。ありがとうございます。このね作品が実際にこちらになってるんですよ。すごくねポップでね明るめなちょっと目を引くような色ですよね。こちらの生地は実はフランスの飲みの市で、クリニャンクールというところで仕入れてきた生地なんですけれども、以前にもですねこちらのコットンタイムの方で端切れとして紹介したことはあるんですが、アンティークのデッドストックの生地になっています。質感のねもうちょっとこれもう100年以上前の生地なんですけれどもすごくね鮮やかで素敵ですよね。それでは早速ですねどんな作品が、掲載されているのかっていうのをちょっとですね紹介していきたいなと思います。こちらはですね半月型の形で、かたどったもので実際に当ててカーブを作っているものになります。メインチャンネルの方でも紹介していますのでよかったらこちらね作ってみてください。手のひらサイズですごくね可愛いですよ。飴とか入れたりチョコ入れてプレゼントなどにもすごくね可愛らしいので喜ばれるんじゃないかなって思います。結構巾着っていくつあってもねなんか使い道ありますからねバッグの中で。はい、そして続いてこちらの方もねもうすでにメインチャンネルの方で紹介しているドリップポーチになります。本誌の方ではコーヒーフィルターポーチというところで紹介してくださってます。でメインチャンネルの方ではこういうふうにキーリングを使いますよっていうふうに紹介しているんですけれども、キーリングがねない方でもここの隙間に紐を通してですねこのね隙間の方に紐を通してなんか好きな方法でアレンジして使っていただけたら嬉しいなって思います。これは何が入れられるかっていうと、小銭だったりとか、ここ今中にねキーリング入れてますけれども小銭だったり鍵を入れてみたりとか、あとイヤホンとか入れるのにもすごくね便利なサイズになってます。ぜひね参考にしてみてください。歯切れ程度でできるのですごくねおすすめです。それからですねこれ結構海外の方からも何に使うのっていう質問が多かったんですけれども、これはですね鍋つかみになります。なんかポットホルダーだったりとかこうちょっとポットの持ち手でこう掴んでみたりとか、なんか鍋だったら鍋を両方に掴むっていうので私はよくこれを2つ組で使ってますので、皆さん作られる時も1つじゃなくてね2つで作られるのがおすすめです。いくつもね並べてキッチンに置いておくと可愛いですよね。それからですねこちらはペンケースになってます。これ実際ねメインチャンネルの方でも使ってるところを紹介しているんですけれども、こんな感じでなんか船底みたいな感じになってるんですけど船のね形に似てるよということでボートポーチという風に紹介いただいてます。生地もですね変えてみるとすごくまた雰囲気がね変わる感じになってます。でお尻がどういう風になってるかっていうとこんな風になって
で本当にまさにボートみたいな形なんですよね。結構ペンケースってスリムで持ちたいなって思う時多いと思うんで、これもね是非活用していただけたらいいなと思います。でこの作り方はですね、実際これの定規で型紙がこの定規になってますので、そのまま作ることができるというのがメリットになってます。例えばこういう花柄とかで作る時なんかもこういう風に透かしてあげると、生地のね配置どこにしようかなっていうのがすごくね見つけやすくなってますんで、そんな風に活用してみてください。はい、そしてですね、表紙になったこちらのデザインですね。こちらもねメインチャンネルの方で作り方紹介したいなって思っています。これの作り方としてはですね、カーブのところをそのまま活かしてみたり、この底の部分ですね、この部分をカーブにしてみたり、あとはここねちょっとダーツが入ってるんですよね。ダーツが入っていて、こういう風にふっくらする仕上がりになってます。そのダーツの線もこの定規では3種類入れてますので、ここで使ってダーツを作るという方法で紹介しています。で後ろ面はですね、サブチャンネル、こちらのチャンネルではこの部分がねトップページのホームページの方に使われていると思います。これ制作中に写真を撮ってですね、そのままこのお気に入りの画像としてトップの方で紹介しています。よかったらねもう一度ねチャンネルのホームページの方を見ていただけたら嬉しいなと思います。こうやってちょっと一部ね縫い込んでからこの片側だけ縫うっていう方法もちょっとね変わっててアクセントにもなるので、よかったら参考にしてみてください。こういう風にしてワンハンドルでもいいし、これをね前後にしてもいいかなって思います。なんか後ろ無地にしてシンプルに仕上げて、ここだけちょっとアクセントにしてみたり、この部分をですね内布に使ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。なんかいろんな布合わせの方法があるので、ぜひ皆さんの方で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。なんか黄色も可愛いですよね。ぜひですね定規手にしていただいて、一番ね作りやすい方法で作っていただけたら嬉しいなと思います。今ですねちょっと遠くの方にトルソーでかかってるものがあるんですけれども、こちらがですねエコバッグとして紹介しているものになります。ショルダーが結構サイズ的にもすごくね使いやすくて、このね部分とかも結構広く取ってますので、大きな荷物が入ってこういう風に前にしてこう何か探そうっていう時にもすごくね便利な使い方できるんじゃないかなって思います。で内側ポケットもついてますのでね、なんかこういう風にフラップにしても可愛いかもしれないですね。ちょっと違う使い方見つけてみてくださいね。でそこはこういう風にちょっと包み紙のような仕上がりになってます。で、外にここの中にね縫い代が入ってるんですよっていう仕上がりで、ここに包むようにしています。なので外側も内側も実はすっきりしています。ちょっとね作り方がね細かかったりするんですけれども、仕上がり的にはすごくね、ここも縫い代見えないですし、このポケットの作り方は、なんかまっすぐ作った後にこういう風にカーブの定規を当てて線を描いて縫うみたいな感じの仕上げ方にしています。なんかこういうのがね一つあるとちょっと丸く仕上げたいなっていう時とかにも便利なので、ちょっとこれはね3センチの円のカーブになってますので、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。フラップにする時とかポーチのフラップとかにも使いやすいサイズにしています。バイアスの斜めの線とかも入れてるんですけど、このショルダーの中にバイアステープを作るようにしてみました。この一部分だけですけどね、三つ折りバイアスって言って、この三つ折りで内側に縫い代を閉じ込めてしまうという方法なので、比較的作りやすいかななんて思っています。ハンドメイドなんですけど、布だけで作るのと違ってちょっと金具だったり革だったり素材をプラスするっていうのもおすすめな方法です。ぜひ参考にしてみてください。生地がねこの生地とっても素敵なんですけど、これユーワさんの生地なんですよね。こういうねローズの生地ももちろんいいですけど、なんか無地のリネンとかそういうのも使ってみるといいかなと思います。皆様のアレンジした作品も楽しみにしてますので、作られましたらですねコ
ットンタイムさんの方でインスタのキャンペーンの方もやってますので、よかったらハッシュタグコットンタイムとかハッシュタグマルチコラボ定規っていう風につけていただいて投稿いただけると嬉しいです。ぜひたくさん作って投稿してみてください。はい、そして最後にですね、ちょっと自分のお話をしてみたいなと思います。少しだけお付き合いください。2005年にですね、活動を始めてからですね、初めて出会ったのがこのコットンタイムの手芸本があるっていうことに出会ってですね、で後ろの端末の方にお便りコーナーっていうのがあって、自分の作品を写真撮って送ったっていうのが最初のきっかけなんですけれども、そこでですね、2007年に初めて掲載いただいて、そこからですね、もうこの表紙に少しでも自分の作品が載るのが、目標でもあり夢でもありました。で自分の掲載号になった時はポストに届いた時にまず表紙で自分の作品が載ってないかなって見てみたり、あと事後予告っていうのでこういう画像がね出た時に自分の作品載ってないかなっていう風に見るのがね、本当に毎回の楽しみでもあったんですけれども、今回ですね、ちょっと乗ることはあったんですけれども、今回こういうふうに自分の作品がですねメインとして紹介いただくのは本当に初めてのことで、なんかもう頑張ってれば夢は叶うんだなっていうことがすごくね実感して感無量っていうところなんですけれども、このようにですね夢を叶えてくださった編集部の皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして何よりですねこの本があるっていうのはやっぱ読者様があってのことなので、皆様にもとてもね感謝しています。で、もしですね夢を葉えたくて今頑張ってらっしゃる方がいらっしゃったとしたら、もう夢はね叶えるものなんだということで、自分でね言葉に出してどんどん人に話してですね実現するように自分の言葉を原動力に進めていくと、いつかね必ず夢は叶うっていうふうに思って頑張って、これからも手作りを続けて、手作りだけじゃなくてもねいろんなことあると思うんですけれども、続けていっていただけたらいいんじゃないかななんて思っています。あともう一つ最後にですね、なんと新連載が始まります。切り取って使える実物大型紙新連載商用 OK の布小物猪俣由紀ということでですね、実はですねちょっと号が続いておりますが、次回もですねよかったら、新連載の方でまず第1弾として選んでいただいたので、すごく光栄なんですけれども、9月号も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こんな風にですね、定規の方も、とてもね楽しく使って作ることができるので、ぜひですね書店の方で見つけていただけたら嬉しいです。あと定規が付録になっている号っていうのはすごくですね人気があるので、コラボ定規ですね幅9センチもありますので、すごくね使い勝手もいいですからね。使い方の方はメインチャンネルの方でもこれからですね少しずつ紹介していきたいなと思いますので、購入した後ですねここからベリッと剥がして使っていくところまで私の方で紹介して、皆様の原動力になるようなことをどんどん発信していきたいなと思いますので、これからもですねメインチャンネルともどもですねチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。